坂口チャンネルのこうたです。タイです。今日は初めてのバリ島旅行で注意すべきことを10選お伝えしていきたいと思います。それでは早速いきましょう。レッツゲットスターティッド。世界中チャンネル。では早速、初めてのバリ島旅行で注意すべきこと10選、その1つ目は渋滞がひどいぞーっていうことなんですね。渋滞ひどすぎるね。これはね、多くの人がハマってしまうものです。普通に例えば夜行くと10分で着くところが30分、場合によっては1時間かかるところが本当にあります。その場所エリアでね限られてるけどね。そうで、これはなぜかというと、まずインフラが整備されていない、道路のインフラが完全に整備されていなくて、しかも細い道が多いんですね。昔この辺りは農業だったりとか、あとは漁業ですね、漁師さんがたくさんいて、大きい道が必要なかった。だけれどもそこに無理やりこう観光客が押し寄せて、すごいそれがいいっつって押し寄せて、人がなかなか動けなくなったということで、すでにさ住んでるところがさもうあるから、その周辺の道をさ広げるっていうのが無理やもんね。そうだからとにかく道路を改善していただきたいんですが、それはなかなか難しいらしいんですよ。神社のバリ島寺お寺をより高く何かを作ってはいけないというふうにルールがあるらしいので、そうするとハイウェイみたいなのはなかなか難しいということで、ちょっとそれは時間がかかるということで、渋滞は必ず予測してください。一方通行も多いからね。でこれはポイントがあって、おすすめはバイク移動っていうのがおすすめなんですよね、本当はね。一番すり抜けれるからね。というのは細い道があったり、バイクしか通れない道がたくさんあって、で不安な方はバイクタクシーを使うと結構便利にね、すり抜けられるというケースが多いです。あとはラッシュアワーを避けるということをしていただきたいと思います。特にチャングーとかはもうラッシュアワーやばいからね。チャングーは渋滞で有名なんですが、なぜ有名かというと、チャングーに入る人と出る人のところですごい混む。それ以外は混まなかったりするんですけど、中入っちゃえば混まなかったりするんですけど、そういうふうに移動型になると結構厳しいので、長距離移動は避けましょうという感じなんですね。ルートが1箇所しかないんで、本当に気をつけてください。というわけで、とにかく Google マップを信用せずに渋滞があるということを覚悟しながら、移動は最小限にするということがおすすめです。ちなみにバイクはさ、一方通行って書いてあるところも通れたりするよね。これはですね、周りを見て判断してください。つまり他のローカルがガンガン行ってるところは OK でもダメなところなんです。例えばクトビーチの前っていうのは、あれはもう完全にバイクでもダメっていうところがあるので、これはもうローカルが行くなら OK というふうにしていただきたいというふうに思います。大渋滞してますがみんな陽気です。みんな手振ってくれてる。ウケる。後ろみんな陽気やねんけど。大渋滞でもみんなパリピです。陽気です。めっちゃウケます。それでは初めてのバリ島旅行で注意すべきこと10選、その2つ目は海が時に超危険という話です。ここはやっぱサーフィンの聖地で、波が最高です。でバリ島といえば海という人もいるぐらい、とっても本当に素敵なところなんですが、その分波が非常に高い。そうやね。あとは怖いのは離岸流って分かりますかね。ビーチから離れていく流れがあるんです。でそこにはまってしまうと本当にね、なんかもう人の力では太刀打ちできないぐらいで沖に流されてしまうというケースがあります。見えないからね、目で見て分かんないから、入ってるといつの間にかあれこんなところまで離れちゃったみたいなの結構あるんで、こんな感じで危険な時は赤い旗が立ってたりするんで、これも周りを見ながらですね、もうあんまり人がいなかったりとかローカルしか遊んでないっていう場合はもうやめる。で人いっぱいおるところに行けばいいってことだよね。旅行者がいっぱい遊んでいて、なおかつライフガードも全然注意しない、大体注意されますんで、ダメなとこ行くと、注意しないところだったら全然 OK なので、そこで遊びましょうと。それでは初めてのバリ島旅行で注意すべきこと10選、その3つ目はヒンドゥー寺院のマナーに気をつけようというお話です。ヒンドゥー寺院ね、本当に魅力的で、もう行ったらなんか写真撮りたいとか、映えスポットになるからね、たくさん女性のとか撮ったりするんですが、これ入っちゃいけないところがほとんどです、実は。そうやね、勝手に入られへんからね。で大抵の場合この鉄格子みたいのがあって入れなくなっているパターンが多いです。でもたまにそこが空いてたりとか、なんか地元の方で集会やってたりするので、そういう時はもう入らないでください。で我々はね、たまたま以前ねこう 見かけた時に、なんかお祭りがやっていて、こうなんか見ていたら
はいいいよ入ってっていうふうに言われたんで、その時は入っていいですけど、それ以外の時に基本入ると怒られたりする場合があります。そうですね。あと地元の人がもし近くにいたらその人に聞いて、そうね、OK みたいなもの入っていいですかとか手のジェスチャーだけでね、でもともとそういう観光地の例えばウルワズ寺院とか、タマンアイウン寺院というのはもうお金が決まっていて、そこ払えば入れますよというのがあったりします。でもう一つは、肌の露出を嫌うところがあります。足とかは露出しないっていう感じ。これは大体お金払うところであれば、一応このフロントというか、お金払うところの料金所のところにはいこっち来てみたいな感じでね、置いてあるから布がね、大体料金内に含まれて貸してくれますんで、そういうのをしっかりして、場合によってはこのかっこいい帽子もかぶってそうだね、男性はねやると雰囲気的にもね結構上がるところがありますので、ぜひ現地の人の本当に彼らは信仰心が強くて、一日何回もねお供えをしたりとかお祈りをしたりとか、やる時もお祈りをしながらねお供えをしたりしてて、だから彼らの文化をなるべく尊重してあげるということをしていただきたいなというふうに思います。ちなみにチャナンっていうお供え物があるんですけど、そのチャナンは一回お供えしたらそれは役割を果たしたって状態になるので、ちょっと街歩いてる時いっぱい置いてあるから、たまたま蹴ってしまったとかなっても焦らなくて大丈夫です。大丈夫です。はい。それでは初めてのバリ島旅行で注意すべきこと10選、その4つ目は犯罪に巻き込まれる、特に詐欺に気をつけろというお話です。たまにですね巻き込まれるケースがある。でも基本的にはめちゃくちゃ安全です。バリ島はもう本当に皆さん怖がらずに来てほしいんですけど、とはいえやはり外国なので中にはどんなところでもありますけど、ここでもありますので、例を話すと両替詐欺ですね。そうですね。これはもうこちらをご覧くださいとしか言いようがないです。はい、こういった両替詐欺があったりとか、お土産詐欺と言われる、詐欺まではいかないんだけどちょっと寄ってかないみたいな感じで、あるいはタクシーの運転手でここ寄ってきなよみたいな感じで、お土産屋さんに連れて行かれて、そこが結構高額だったりする。別に買う義務はないんですけどね、ちょっと詐欺みたいな、法律的に詐欺じゃないけどちょっとやられたみたいなところがあったりとか、これはまた詳しくお話しますが、気をつけなきゃいけないのは特にお金持ちの方、不動産詐欺は本当に気をつけなきゃいけないということで、またこれは改めてお伝えしたいと思います。現地日本人に注意っていうのも結構ポイントでございますので、またね改めてお伝えしたいと思います。そんな感じで気をつけてください。でバリ島の治安は基本的には本当に他と比べても、例えばフィリピンなんかと比べたら全然いいというところがありますので、その辺は怖がりすぎない、だけれども気をつける必要があると、もちろんいうことをお伝えしたいなというふうに思います。それでは初めてのバリ島旅行で注意すべきこと10選、その5つ目はラルフ・ローレンっぽいポロに気をつけましょうこれいうお話です。気をつけなくても別にいいかもしれないけど、でもね、勘違いしちゃう人いるよな。これは勘違いする人絶対に言うと思う。100% 間違っちゃうよな。ポロってあっていかにもラルフ・ローレンっぽいんですけど、実は実体母体が全然違うというケースがあります。これはもう動画を見ていただくしかないということでご覧いただきましょう。はい、ポロに来ました。このポロは偽ポロです。偽物じゃないんですよ。本物のポロなんだけど、ラルフ・ローレンとは全く関係がありません。店構えも商品のこの雰囲気もマークも一緒やん。一緒ですね。どういうことなん？デザインはどっちがしてるの？いや、完全にポロがしてるんですよ。ラルフ・ローレンの真似をして作ったわけではないの？それは公式には何も言ってないでしょ。そっくりすぎるんやけど。完全にそっくりすぎるんやけど。店構えも一緒やし、このマーク違う？マーク一緒に見えるんやけど、ちょっとちゃうんかな。わかりません。本物を見てないんで。だってこれ色もさ、この服の色、おしゃれでいい感じだよな。色も一緒やでこれ。これだといくらぐらいなんでしょうか。これで4500ポロカンパニー円、4500円ぐらいです。かわいい。ラルフだったら1万超えするところってことですね。ほら短パン。普通に可愛いですね。可愛いのがある。だって色使いもいい。一緒じゃない？これ見て。これタグも一緒じゃない？いや、ラルフ・ローレンって書いてある。でも色が一緒やん。この紺色に黄色の。これ3番とかでしょ。これとかも完全にこれなんかもうポロじゃん。ポロそのもの。マジすごいことじゃない？見て。ポロバイポロカンパニー。ラルフ・ローレンではない。坂田先生、なんでこんなことが許されるんですか？説明しよう。これはですね、アメリカのラルフ・ローレン社がインドネシアに進出して
商標を取る前に、このポロという会社が始めてしまったと。商標取っちゃった。商標取っちゃったんですね。だから実はこのインドネシアではラルフ・ローレン社が何度も裁判にかけています。その度にポロの方が真似した方が許可されると歴史的になってしまってるんだね。いうケースで、もうこれは既成事実として仕方ないということで、もう今では普通にもう大きなショッピングモールだったら必ずある。そうだね。だから馬のマークとかさ、完全に一致してない。完全に一致だし、熊とかもさ、しかもさ、ずるいのがこのショッピングモールとか空港にあるじゃない。そうちゃんとしたところにあって、だからもういかにもラルフなんだと思い込んじゃう。いや、思うよね、あれ。これあんまり知らない人だったらね、布の感じとか、素材とかデザインね、全部さ、色とかね、完全に一致してるから、もはや値段もしかもそんな変わらんよ。いや、値段は全然安い。安いんか。半額以下。そっか。で、クオリティもそれなり、値段に応じたぐらいという。だからさ、それを分かって買うっていうのもありだよね。違法じゃないので、理解して、全てを理解して買う分には全然 OK。さ、ブランド物さ、海外でさ、偽物買ったら捕まるとかあるけどさ、これは全くの合法なんで、全くの合法なんで、理解して買う分には全然 OK かなというふうに思います。でもラルフやと思って買わないでねってことだよな。間違っちゃったらいけないよということで注意してください。それでは初めてのバリ島旅行で注意すべきこと10選、その6つ目はそれでは初めてのバリ島旅行で注意すべきこと10選、その6つ目は虫対策は万全にというお話です。虫はね、やっぱ南の島ですからね。しょうがないね。これはしょうがない、いるんです。でもさ、そんな G とかそんなおらんくない？全然いない。今のところ本当に見ない。いや、これはもう完全に密集地帯じゃないからです、ここが。下だったらおそらくいると思います。いるかな。みんな一番の心配は多分 G やね。やめさん、G でお願いします。そうか、G でお願いします。その言葉でね、連想させちゃう。みんな一番心配なのは G やと思うから、その G はあんまりないよってことだけちょっと言っときたいな。ただ一番私が世の中で大嫌い、一番嫌いなのがモスキート、蚊なんですね。蚊はやだね。蚊は大嫌いで、南の島大好き、もうプールも大好き、だけども自然も大好きだけども蚊がいるということはもうついてくるので、これはもう対策をするしかないということで、これからはその対策グッズをご紹介したいと思います。はい、それでは我が家の蚊対策、万全のモスキート対策についてお話ししていきましょう。これだけラインナップがあります。これだけラインナップがあります。これをもう常時我々が使っております。これゴーストバスターズ並みにってやってます。これは飛んでる蚊をもうピンポイントでぶち落とすという。普通にこうやってやることによって、もうピンとすぐ落ちるよね。すぐ落ちます。しかもメーカーがなんと我らがフマキラーです。こんな感じ、フマキラーなんですよね。で、そして次、玄関とかの入り口で蚊をシャットアウトするために、もう我らが蚊取り線香。昔ながらの。これはフマキラーじゃないんか。フマキラーのもあります。フマキラーのもあります。こんな感じで。それは地元のメーカーになります。で、一番私たちが超強力お気に入りのやつはフマキラーの超ミニサイズのスプレーです。ワンプッシュ蚊取りと言います。で、このワンプッシュ蚊取りは1回シュッてすれば何時間も持つんだよね。12時間。すごくない？ 12 時間持つってやばいよね。6時間から12時間と言われてますが、最大12時間。だから私たちはお部屋を出るとき、外出するときにこいつをシュッて1回やっといて、部屋の中に潜んでいる蚊がその間に落ちてくれる。今みたいな感じでシュッと一言ワンプッシュやったら、もう大体 1,2 時間して夜からね、ご飯から帰ってくるともうそれがなくなっているという感じになります。こっち30ミリ、こっち90ミリ。違います。違う。30回と90回です。30回、90回。こんな感じです。で、最後こちらタイとインドネシアでも売ってる虫除けスプレー。こうやってこんな感じで塗り込んでいるっていう、これ結構効くんですよ。タイ人は必ず持ってます。蚊がふわってやってきたらみんながカバンからこれをスッと出し出すっていうぐらい、本当に 100% みんな持ってんちゃうかっていうぐらい全員が持ってます。これバリでもほぼスーパーだったら売っているものなので、これらね全てスーパーだったら売っているものなので、ぜひ行ってみてください。これ匂いもいいねんな。それはすごい爽やかな香りがしていい感じなんで、これはね超おすすめなんで買って帰るの、お土産に買って帰るといいと思います。
以上が我が家の虫対策になります。というわけで蚊には気をつけましょう。ちなみにこの世界中チャンネルは数ヶ月ごとに国を変えて移住している経営者夫婦が世界での暮らしや旅行術、移住しながらの仕事のやり方など世界にまつわる全てをお伝えしているので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは初めてのバリ島旅行で注意すべきこと10選、その7つ目は日差しがかなり強烈だぞということです。確かに。で、バリ島というのは本当に気候が最高で、日本の夏よりはるかに涼しい。そう。最高気温30度ぐらい。で、最低も22、3度。そうだね。もう朝ちょっとひんやり。で、気持ちいい。で、昼間もほぼエアコン必要ない。というような状態になって気持ちいいんですが、やっぱり日差しのところに行くとめちゃめちゃ強烈です。いや、本当そうなんです。だけどやっぱり日差しは強烈なんで、日焼け止めは必須です。で、なおかつ、こういったとにかく日傘とかね、そういうのは必ず持ってきてください。大体私は歩くときは長袖着てますね。基本的にバイク乗るときとかも。外国の人っていうかこっちのバリ人もみんなほら長袖。そうね、わかるかな。わかるかな。ほら長袖ね。大体長袖みんな着てるから。特に女性はね長袖。ほらグラブさんというかゴジェクさんも長袖と。大体長袖着てる。いう感じで、さらに注意はちょっとこっち日焼け止め高いんですよね。めっちゃ高いからこっちで買ったらダメやで。気をつけて。2000円とかする。そう、2500円とか。なぜならば基本的にローカルの人はつけないということと、やっぱり関税問題だと思うんですね。というわけで気をつけましょう、日差しには。はい、私がまず一番気に入っているやつがこの&Bっていうところの UV ミルク。これ化粧下地にもなるんですけど、SPF50プラスプラスプラスみたいな。とにかく強力だということですね。すごいんですよ。サーフィンやっても日焼けしない。こいつめっちゃすごいです。でさらに、これはね何でもいいっていうか超一般的な、海外だったら結構どこでも売っているような、特にアジアだったらもう全身に塗れるやつね。ちなみに東南アジアで日焼け止め買うとめっちゃ高いんで、日本から買っていってください。でこれ日本で買えるやつですね。ルフォリアっていうねメーカーで、このパウダーになってるんですけど、結構密着するんで日焼け対策で海入っても大丈夫です。めちゃくちゃいいです。はい、ということで、強烈なので帽子、日傘、長袖、そして日焼け止め必須になっております。はい、大事です。それでは初めてのバリ島旅行で注意すべきこと10選、その8つ目は突然の豪雨に気をつけろということで、こちらも半端じゃないです。もう日本はね、近年線状降水帯と呼ばれてゲリラ豪雨、これが有名になってきて、まさにあれですよね。みんな慣れてきてるかもしれない。そう、慣れてきてるかもしれない。本当にあれで一気に10分15分でぐわーっと降る。言っても2、30分ぐわーっと降る。で、ちょっとバリ島の問題点は水はけが悪いところがある。確かにな。というところでそこもご覧いただきましょう。こんな感じでね、川になったりしているので、ちょっと気をつけていただきたいなと。そうだね。でこれも大体普通の時期であれば、普通に30分とかしたら止んで、その小川もねしばらくすると引いていくというケースがあるので、どっかで雨宿りするのがいいかなというふうに思います。ただ雨季は場合によっては一日中降り続くケースがあります。雨季いつですか？雨季は12月から3月ですね。こちらはちょっとそういう可能性があるので気をつけていただきたいと。で我々が行った時3月だったんですけど、その時はホテルステイのホテルを選んだんですね。ホテルでゆっくりできるのアマンダイっていうね、ホテルを選んだので、一日中雨の時ありましたが、ホテルだったので快適だったということがありますんで、雨季の時行く場合はそのようにもうホテルだけで完結するようなウブドだったりヌサドだったりスミナクだったりとかいうことが、とにかくゆっくりするということがおすすめかなというふうに思います。それでは初めてのバリ島旅行で注意すべきこと10選、その9つ目は生水は飲むなということです。で本当にこれは危険なので、この普通の水道水はまず飲まないでくださいと。口ゆすぐぐらいは大丈夫だけどね。そう全然大丈夫ですね。でもすごいなんていうの、センシティブな人はさ、口ゆすぐのもペットボトルの水安いから、それでゆすいでもらってもいいかなと思います。そうですね。はい、生水がありますということで、生水を入れてブーブーというわけで飲むのはやめましょうと。こういうふうに飲んではいけませんと。もう沸かしてもやめた方がいいよね。沸かして飲むのも
やめたおすすめしません。まあ不可能じゃないと思うけどね。洗ったりとかは OK よ。うん、そうね。ちなみにこのように、ヴィラには大抵こういう給水器、ここについて部屋の中にあったり外に共用部にあったりとかするので、こういうところでちゃんと入れて飲む。そうですね。でこれは全然問題ない。飲料用の水なんでね。ピンポンピンポン。それでは初めてのバリ島旅行で注意すべきこと10選、最後その10個目は野良犬が多いぞと確かにいうことで、これはもうアジアあるある、タイなんかもね、マレーシアもベトナムもありますけど、野良犬がいますと。で野良犬なんだけど誰かが飼っている野良犬みたいな、どっちなんだみたいなのが多いんですよね。つまり誰かが餌をあげていると。地域ワンコ。そう、地域ワンコ。地域で餌をあげているみたいなワンコが多くて、で基本的には安全なんですが、たまに吠えられたりします。で場合によっては私は経験ないですが、噛まれる人も稀にいるみたいです。で危険なのが多少ですよ、ごく可能性はわずかなんですが狂犬病のリスクがあるということで、万が一噛まれた場合はすぐ病院に行ってくださいということです。基本的には安全です。すぐに行かないと本当に狂犬病は危ないです。だから大事なことは、もし犬がいるなと思ったらあんまりそっちに向かっていったりとかしなかったり、ちょっと避けながら行くと大丈夫だったりとか、あと吠えてくる場合面白いのが、逃げると吠えてきます。だからその犬の方を向きながら後ろに歩くと意外とクマやピタッと止まる。クマみたいなもんや。とにかくそのように意外と俺急ぐぞ行くぞってなったら意外と相手もピタッと止まるケースもありますんで、そんな感じで対処していただきたいと思います。基本的にさ、めちゃくちゃ可愛らしいさ、ちっちゃいワンコもいっぱいいて、いっぱいいる。犬好きの人とかはさ、たまらんと思うし、それはタミさんね、この動画で見ていただきたいと思いますが、猫ちゃんもいっぱいいますので、いますんで、もう動物はリスさんもいますし、トカゲさんもいますし、トカゲさんはちょっとまた動物とちょっとちゃうけども、動物でしょうか。爬虫類なんで、嫌いな人いるかもしれませんが、動物好きにはたまらないかなと思います。というわけで今まで10個ね、気をつけていただきたいことをお話ししてきたわけなんですけど、安心なのがやっぱり保険に入っていることということで、じゃあどういう保険に入ったらいいのって、もちろん民間が出している保険もあるんですけども、そうするとお金がかかったりすると、それよりもおすすめなのがクレジットカード付帯保険というものがあったりしますということで、これはですね、持ってるだけで海外行った時に、怪我したりした時に、保険が適用されたりとか、あるいは使って航空券買ったら、適用されるとか、いろんなケースがカードごとによって違うんですが、おすすめはタミさん何ですか？おすすめは楽天プレミアムカードというものです。そうですね。こちらは年会費が1万1000円はかかってしまうんですが、よく旅行行く方なんかは1回出たら3ヶ月間その保険が適用される。長いよね、3ヶ月もね。で自動保険ということで、自動付帯ということなので、海外出ただけで自動的に3ヶ月までは保証されるという保険になります。でさらにですね、これがいいのがプライオリティパスというのも5回までついてきて、このプライオリティパスというのは、ラウンジ使い放題、空港ラウンジが使えます。これが普通だったら3500円とかそのお店によってかかったりするんですが、それが無料になるので、ご飯食べたりとか場合によってはビール飲んだりとかできますので、それがおすすめかなと。マックス5回。そうですね。だから何回も年に2回ぐらい旅行するよっていう方だったらもう全然元が取れると思うので、ぜひねこのプレミアムカード概要欄にね、詳しくリンクを載せておくので、ぜひこれを加入してみてくださいということです。以上、本日は初めてのバリ島旅行で注意すべきこと10選をお届けしました。この動画が良かったらぜひ高評価、そしてチャンネル登録、またはコメントなどもいただけたらというふうに思っております。それではまた世界中でお会いしましょう。 See you around the world! バイ。この動画をご覧いただきありがとうございます。コメント、高評価お願いします。ホームページ、メルマガ、X などやっております。詳しくは概要欄にて見てください。